ニューラルノートの機能説明です。ニューラルノートはウェーブデータから MIDI に変換できるツールで、プラグインとスタンドアロンのアプリとして使えます。スタンドアロン版、au 版、VST 版が選べます。では早速、上部のボタンの機能から。左から録音ボタン。新しいオーディオ録音を開始するためのボタンです。外部マイクや DAW 内の音を直接キャプチャできます。既存のオーディオをインポートせずに直接作業したい時に使います。マイクを通じて鼻歌や簡単なメロディーを録音して、それを MIDI データに変換することが可能です。ゴミ箱ボタン。現在開いているオーディオや MIDI データを削除します。リスタートボタン。再生位置をファイルの最初にリセットします。演奏内容の確認やトランスクリプション結果の調整時に使用します。再生ボタン。現在のオーディオや生成された MIDI データを再生します。演奏内容の確認やトランスクリプション結果の調整時に使用します。再生1バーのボタン。再生時に1バーを自動的にスクロールさせるかどうかを切り替えます。長いデータの場合はスクロールをオンにしておくと便利です。ミュートアウトボタン。読み込んだ MIDI データの出力音をミュートします。黒く表示されるのがオンの状態です。続いて左側のトランスクリプションの説明です。ノートセンシビリティ。音の感度。音をノートとして検出する感度を調整します。設定を大きくすると、より多くの音を検出し、小さい音や微妙なニュアンスも拾いやすくなります。設定を小さくすると、検出感度が下がり、大きな音やはっきりした音だけがノートとして変換されます。雑音や不要な音を減らしたい場合に有効です。スプリットセンシビリティ。分割感度。長い音をどの程度細かく分割するかを調整します。設定を大きくすると音が細かく分割され、短いノートが多く生成されます。複雑なフレーズや細かいニュアンスを再現したい時に役立ちます。設定を小さくすると音の分割が少なくなり、長いノートとして検出されます。よりシンプルな MIDI データが必要な場合におすすめです。ミンノートデュレーション。最小ノート長。生成されるノートの最短時間を設定します。設定を大きくすると短いノートが無視され、より長く持続する音だけが検出されます。ノイズや小さな音を排除したい時に有効です。設定を小さくするとより短いノートも検出されます。速いパッセージや細かい演奏を詳細に再現したい時に適しています。ピッチベンド。音高の変化や滑らかなピッチ移動を検出します。ピッチベンド情報を MIDI データとして記録することで音の表現力を豊かにします。ただし細かいベンド情報を拾うのでデータ量が増える場合がありますが、その分表現が滑らかになります。次にスケールコンタイズの説明です。レンジ。音域の範囲指定。特定の音域を選んでその範囲内の音のみを検出し変換します。例えば A0、C8 と設定すればその範囲内にある音だけが MIDI ノートとして変換されます。ただし範囲を広げれば広げるほど多くの音が検出され、逆に範囲を狭くすれば特定の音だけに絞れます。ノイズを減らしたい場合には効果的です。キー設定です。楽曲のキーを指定して変換された MIDI データをそのキーに合わせて調整します。これを設定すると検出された音が選んだキーに基づいて調整されます。楽曲のキーがわからない場合は無理に設定しなくても OK です。通常はデフォルト設定で進めれば問題ありません。スナップモード。こちらはアジャストに設定で MIDI ノートをキーやスケールに合わせて微調整します。不正確なノートや微妙なズレを修正して指定されたキーやスケールにぴったり収めます。リムーブに設定すると指定したキーやスケールに合わないノートを削除します。不要なノートを排除することで音がよりシンプルになります。そしてタイムコンタイズ、タイムディビジョン、タイム分割。MIDI ノートをどの細かさでタイムグリッドにスナップするかを設定します。例えば4分の1に設定すれば全てのノートが四分音符単位にスナップされます。16分の1にすればより細かい16分音符単位でスナップされます。テンポ設定。曲のテンポを設定します。オリジナルの楽曲テンポに合わせて MIDI ノートを調整する際に使います。最初は楽曲のオリジナルテンポに合わせるのがおすすめ。テンポがわからない場合は推測で設定してから耳で調整すると良いでしょう。タイムシグネチャー。
表紙設定。曲の表紙4分の4、4分の3などを設定します。楽曲のリズム構造を正確に MIDI データへ反映する際に重要です。フォース、強制スナップ。ノートをタイムグリッドに無理やりスナップさせるかどうかを設定します。自然な演奏感を保ちつつ修正したい場合、または正確なリズムを作る場合に使います。では実際にオーディオファイルを取り込んでみます。まず取り込み方はこちらをクリックし、ファイルの場所を選択するか、または対象のファイルをニューラルノート上にドラッグ&ドロップします。若干処理に時間がかかりますが、完了後に表示されます。鍵盤上の三角マークで MIDI の鍵盤表示を1オクターブ上げたり下げたりして視覚的な範囲を調整します。先ほど説明しました左のメニューで必要に応じてトランスクリプションやスケールコンタイズなどの設定を調整します。調整が終わり MIDI ファイルを出力する場合はドラッグ The MIDI ファイル from here というバーをクリックしてドラッグ DAW の MIDI トラックへ直接ドロップしたり、デスクトップや保存したい場所にドロップすれば MIDI ファイルが出力されます。最後に注意点とアドバイスです。オーディオデータをインポートする際、ファイルが3分以内の長さでないとエラーが出ることがあるので注意してください。長い場合は分割してインポートするのが良いでしょう。ピアノのようなはっきりした音階を持つ楽器だけのオーディオデータは比較的うまく変換されます。ギターやドラム、シンセといった複数の音色やリズムが絡む場合、解析が複雑になってごちゃごちゃした結果になることが多くなります。特にドラムみたいに音階がないパーカッション系の音やギターの和音が絡むと乱れやすいです。MIDI 変換の精度を上げるには、オーディオトラックをステム分離して目的となる音が抽出されているファイルをインポートし変換することがうまくいく部分が多いです。余分な音や周波数が混ざらないから変換されやすくなり、変換結果も自身でスムーズに読み取りやすくなるはずです。以上、機能説明でした。ご視聴ありがとうございました。